なぜ同じ恋でも一生忘れられないものとすぐ消えていくものがあるのか。今日はその違いを決定づける心に烙印を残す BL を3作紹介しよう。軽い気持ちで見たら確実に後悔する。1作目は永遠の1位と2位の反撃。何気ない一言が一人の子供の世界を救った。あの日から始まった思いはやがて執着へと変わり、あらゆる手段を尽くして彼を手に入れる。ようやく掴んだはずの幸せが誤解一つで全て崩れ落ちた。それでも諦めず、2度目こそはともう一度向き合うその底力。2作目が奇跡。年齢も立場も罪もこの世界が人を縛る全ての肩書きを前にして、ただの高校生が一歩も引かなかった。愛する人のために背負う必要のないものまで自分から引き受けていく。その覚悟があまりにも重すぎて簡単には忘れさせてくれない。3作目が僕らも知らない僕ら。何も持たなかった子供がたった一人の光に出会った。それは救いであり、同時に逃げ場のない執着でもあった。求めてしまうのは兄以上の関係、溢れ出る愛と嫉妬、そして気が遠くなるほど長い時間、ただ待ち続けるしかない現実。その思いは押し込めようとするほど形を変えて溢れ出してくる。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。まずは永遠の1位。シードは子供の頃から周囲を思い続けていたからこそ、勉強も水泳もあらゆる場面で彼を上回り続けてきた。1位でいることだけが周囲とつながっていられる唯一の方法だったからだ。だが周囲にとってのシードは自分を永遠に2位へと押し止める存在でしかなかった。ある日、周囲が失恋で泣いている姿を弱みとして握られ、無理やりシードのそばに置かれる関係へと引きずり込まれた。支配なのか優しさなのか、そのどちらもが同時に存在するシードの愛は周囲に逃げ場を与えなかった。どれだけ否定しても気づけば思考の中心にはいつもシードがいる。そしてある日、自分の思いが知られてしまったと知ったシードはもうそばにはいられないと一方的に線を引き、あれほど執着していた周囲から自ら距離を断ち切った。残された空白の中で周囲は初めて自分の中で彼がどれほど大きな存在だったのかを知る。だから今度は自分から思いを叩きつけるように告白する。長年の思いが届くとは思ってもいなかったシードは泣き崩れた。これでようやく穏やかな時間が続くかと思われたが、シードは母と共に短期間の渡米をし、そのまま体調を崩した母を気遣って予定より長く滞在することになった。離れている間もメールでつながり続けていたはずの思いは周囲の父によって全て断ち切られていく。待ちきれなくなった周囲は一人でシードに会いに渡米するが、そこで目にしたのは公園で女性と子供と過ごすシードの姿だった。本当は母の再婚相手の家族に過ぎないのに、その一瞬の光景だけで全てが裏切りに変わる。声をかけることすらできず、心を引き裂かれたまま周囲は何も持たずに台湾へ戻った。物語はシーズン2、2位の反撃へと続く。再会した瞬間、周囲が最初にしたのは言葉ではなく全身全霊を込めたビンタだった。それがこの数年間に積み重なった全ての思いだった。シードはもう一度関係を取り戻そうとするが、周囲は寄れない。あらゆる手を尽くした末に、シードは涙をこぼしながらもう一度チャンスをくれと懇願する。その時の周囲の表情があまりにも美しくて、胸を強く締め付けてくる。許したいのに許せない、その相反する感情が存分の狂いもなく入り混じった。そして一夜明けて周囲の父が現れる。シードと面識があることに気づき、問いただした先で明かされたのは、台湾に戻ってきたシードの前に父が立ちはだかり、周囲と一定期間会わないという契約を交わしていたという事実だった。その全てを知った瞬間、周囲の中で何かが弾ける。そんな契約を突きつけた父にも、それを受け入れたシードにも抑えきれない怒りが向けられ、周囲は2人をその場から追い出した。でも最後に周囲はシードへの執着を手放すことができなかった。かつてシードから受け取ったブレスレットをもう一度手に取る。それはこの関係を自分の意思で選び直すという決意だった。
次は奇跡。貧しい高校生が血だらけのヤクザをかくまったことで人生が完全に変わった。ゾン・イーは一人で生計を立てながら暮らす高校生で、ある日血まみれの手が自分の足首を掴んだ。ヤクザの上類は半ば脅しのようにかくまってくれという言葉とともに奇妙な同居生活が始まる。几帳面で真面目なゾン・イーと何でもふざけた態度でやり過ごす上類。本来なら交わるはずがなかった2人だ。それでも距離は縮まり、上類に突然キスされた時、ゾン・イーは本気で怒って殴り返した。それがゾン・イーという誰よりも誠実で自分に嘘がつけない人間だ。そして上類に本気で恋をした時、彼は受け入れてもらえないなら友達としても接したくないと正直に生きることを選んだ。上類の内側はずっと矛盾していた。ヤクザの自分と関わることはゾン・イーにとって害にしかならないと頭では分かっていた。でもゾン・イーは雷に深いトラウマを持つのを知っているから、嵐の夜に彼を一人にできなかった。言葉は突き放すのに行動は引き寄せてしまう。結局上類はゾン・イーに落ちていく。やがて2人は正式に同居を始め、ゾン・イーは医大合格という夢まで掴んだ。これ以上の幸せがないと思えた瞬間、運命は動いた。上類に歪んだ執着を向ける男が現れ、ゾン・イーに手を出す。上類は守るために戦い、そして誤ってその男を殺してしまった。自身も瀕死の重傷を負い、意識不明のまま病院へ運ばれた。そこへ上類の祖父は殺人罪をゾン・イーが引き受けてくれるのであれば彼の父の医療費を肩代わりすると突きつけてきた。ゾン・イーは最後に家族と上類を守る形で自首する。でも祖父の魔の手は刑務所まで伸びてきて手下を送り込み、ゾン・イーを抹消しようとした。友人が必死にかばったが、ゾン・イーは脳に後遺症を負い、医大への夢は永遠に閉ざされた。出所したゾン・イーは復讐を選ばない。店を開いて上類が好きだったケーキを並べ、何も言わずただそこで静かに待ち続ける。その選択の重さを思うとただ鳥肌が立つ。一方の上類は退院後も記憶喪失のふりを続けながら祖父の不正の証拠を密かに集め、全てが揃ったら家族と完全に縁を切るつもりで準備していたが、いざゾン・イーを目の前にするとその一歩が踏み出せない。隣にいる男が恋人だと誤解したゾン・イーは傷つくが、それは上類の兄で、後日その兄がゾン・イーをホテルに呼び出し、上類の部屋の鍵を手渡す。久しぶりにすぐそばで上類を見つめるゾン・イー。眠りの中で目を開けた上類の口から無意識にこぼれたのは会いたかったという一言で、そのまま距離が消えてキスが重なる。この瞬間に全部が集約され、この物語が突きつけてくるのは、自分の人生ごと差し出してでも相手を守るという選択で、2人とも最後まで自分のためじゃなく相手のために生きるからこそ優しさの形をしているのに重さだけが残る。ゾン・イーという人間は年齢を超えていて、何があっても折れないし、愛する人のためなら全てを差し出せる生き方そのものがこの物語の核心になっている。最後に僕らも知らない僕ら、たった一つの饅頭だった。路地裏の子供に置いていったそれだけの行為が2人の人生を切り離せなくした。ウェイ・チェンは唯一の家族である妹を守るために裏社会に身を置き、汚れ仕事を引き受けながら生きてきた男で、そんな彼が拾ったのがシャオユエンだった。血がつながっていないのに兄として育て、気づいた時にはその関係はもう家族の枠に収まらなくなっていた。シャオユエンは兄の髪を乾かし、シートベルトを締め、ビタミン剤を渡し、言葉にできない感情が全部行動に出てしまう。それでも決定的な一線は越えないまま時間だけが過ぎていく。そして会社のパーティーでウェイ・チェンがビジネスパートナーの女性との噂が流れた瞬間、シャオユエンは崩れて酒に逃げ、倉庫で見つけられたその場でキスを強要する。でもウェイ・チェンは受け入れられず、彼を殴って拒絶して関係を強制的に断ち切る。そのまま家から追い出し、留学という形で遠ざけて顔も見ずに別れた。残されたのはドアノブにかけられたブレスレットだけで、ずっとここにあったはずの温度が一気に消える。
でもシャオユンがいなくなってからウェイチェンは初めて自分の中にあった感情を少しずつ受け入れ始める。あの存在がどれだけ大きかったのかを失ってから理解していく。4年後戻ってきたシャオユンはもう別人みたいに落ち着いていて、何も求めない。同じ場所で釣りができればそれでいいと言いながら、それでももう二度と遠ざけないでほしいという一点だけは手放さない。でも穏やかな日々はそう長く続かなかった。ウェイ・チェンに復讐を果たそうとするヤクザが釈放され、シャオユンは一人で決着をつけに行き、後を追ってきたウェイ・チェンと共に捕まり、突きつけられたのはロシアンルーレットだった。その場でシャオユンは迷わず手を挙げ、これが最後かもしれないと分かっていながら、銃をこめかみに当てる前にウェイ・チェンを見て愛してるとだけ残して引き金を引いた。幸い弾は発射されず、2人はゲームに勝った形で釈放される。張り詰めていた緊張が切れた瞬間、ウェイ・チェンはその場でシャオユンを強く抱きしめて、もう逃げられないと知る。その一件で自分の中にあった感情をはっきりと認めることになる。長い時間をかけて沈殿していたものをようやく真正面から受け止めて、ウェイ・チェンはシャオユンを受け入れる。守るために離れ続けた男と失いたくなくて追い続けた男がやっと同じ場所に立つ。自分たちで選び直した関係として、台湾 BL が残すのはただのときめきじゃない。シードが周囲への諦めない執着、ゾン・イーの自分ごと差し出す愛の重さ、そしてウェイ・チェンとシャオユンの長すぎるほど長い街の果てにある答え。3作ともに共通しているのは、愛するほど失うものがあるということ。見終わった後、しばらく何もできなくなる BL。それが台湾の本気でした。また次回お会いしましょう。ではでは。